こんにちは。今回は極太の糸で大きいモチーフを作りました。このモチーフは長編み、中長編み3目の玉編み、長編み4目の玉編み、そして中長編み、長編み、長々編みで作る四角モチーフです。編み方を編み図で説明します。今回のモチーフは4段で完成するモチーフです。最初は鎖編み5目の輪の作り目に長編みを編みます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを15目編み、最後は最初の鎖編み3目に引き抜き編みをして、1段目が終わります。2段目で玉編みになりますが、2段目の時に詳しく説明します。今回は極太の糸を8号のかぎ針で編みます。鎖編みをここから5目編んで、5目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。この輪の中に長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。糸端を編み込みながら、輪の中に長編みを編みます。長編みを全部で15目編みます。これで5目の長編みができました。あと10回、ここまで長編みを編みます。鎖編み3目と長編みを15目編みました。最後は引き抜き編みです。糸を少し絞ってから、鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをします。ここで糸を切りますので、もう一回鎖編みを編んで、糸を切ります。次は2段目です。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目の最後で糸を引き抜いて糸を切りました。次の2段目は玉編みを編みますが、一色の糸で編むときは、ここから糸を引き上げて、鎖編み3目の3個目のところに、中長編み3目の玉編みを編み、鎖編み1目を入れて、次の長編みの頭に中長編み3目の玉編み、鎖編み1目を入れて、長編みの頭に玉編みを編み、鎖編み1目を入れながら、玉編みを全部で18個編みます。最後の玉編みを編んで鎖編み1目を編んだら、次は引き抜き編みです。玉編みの左側にある鎖編み1目のところに引き抜いて、2段目が終わります。今回は糸を取り替えますので、ここでも糸を切ります。次は2段目です。2段目はこちらの糸で編みます。今、引き抜いたところから、少し戻ったところから糸を変えます。針に糸をかけて、糸を引き出し、少し長めに糸を引き出してから、同じところに未完成な中長編みを3目編みます。長めに糸を引き出して、未完成な中長編みを1目、同じところに未完成な中長編みを編み、もう一回同じところに
未完成な中長編みを編んで、すべてを一度に引き抜いて、中長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を間に入れて、隣の長編みのところに未完成な中長編みを編みます。長めに糸を引き出してください。3目の未完成な中長編みを編み、すべてを引き抜いて鎖編み1目です。これが2段目の編み方です。これを繰り返します。次は引き抜いたところです。これは引き抜いた目です。鎖編み3目の3個目に糸端を編み込みながら、未完成な中長編みを3目編みます。3目の未完成な中長編みを一度に引き抜いて鎖編み1目です。これが鎖編み3目のところに編みました。次に編むのは、隣の長編みの頭のここです。鎖編み3目の隣の長編みの頭はここです。ここに未完成な中長編みを3目編みます。針に糸をかけて、長編みの頭に針を入れ、糸端を編み込みながら、中長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目を入れます。この編み方を続けます。次の長編みの頭にも、未完成な中長編みを3目編みます。長めに糸を引き出して、すべてを引き抜いて鎖編み1目です。この編み方を続けて全部で16個の玉編みを編みます。14個の玉編みを編みました。あと2回玉編みを編みます。未完成な中長編みを3目編み、すべてを引き抜いて鎖編み1目です。ここが最後の16個目のところです。中長編み3目の玉編みを編んで鎖編み1目を編みます。そして2段目の最後は玉編みの頭の、ここが玉編みの頭ですが、この玉編みの頭ではなく、次の隣の鎖編みのところに引き抜き編みをします。ここに引き抜くことで、この玉編みの頭が綺麗な形で残りますので、ここに引き抜き編みをして、もう一度引き抜いて、ここで糸を切ります。次の3段目はまた違う糸で編みます。玉編みができました。次の3段目の編み方を編み図で説明します。2段目で中長編み3目の玉編みを編んできて、最後は玉編みの左側にある鎖編み1目のところに引き抜き編みをしました。3段目はここから今度は長編み4目の玉編みです。鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編みとします。あと3回同じところに未完成な長編みを編み、これをすべて一度に引き抜いて長編み4目の玉編みにします。3段目は鎖編み2目を間に入れます。鎖編み2目を編んで、2段目の鎖編み1目のところに長編み4目の玉編みを編み、鎖編み2目を編んで、2段目の鎖編み1目のところに玉編みです。これを繰り返して、最後はここと同じように玉編みの次の鎖編みのところに引き抜き編みをします。次は3段目です。3段目も糸を切ったところから少し戻ったところに
針を入れて、こちらの糸で3段目を編みますから、この糸を引き出します。引き出して、鎖編みを2目編みます。これが未完成な長編みになります。同じところに未完成な長編みをあと3回編みます。針に糸をかけて、同じ鎖編み1目のところに針を入れ、糸端を編み込みながら糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、未完成な長編みが1目できました。あと2回未完成な長編みを同じところに編みます。未完成な長編みが2、もう1回未完成な長編みを編んで、鎖編み2目と未完成な長編み3目を一度に引き抜いて長編み4目の玉編みにします。鎖編み2目を間に入れて、次の鎖編み1目のところにも長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを4目編みます。もう一回未完成な長編みを編んで、これを一度に引き抜いて玉編みにします。これが3段目の模様です。鎖編み2目を編んで、次の鎖編み1目のところに未完成な長編みを1、2、3、4、すべてを引き抜いて玉編みにします。鎖編み2目を編んで、次の鎖編み1目のところはここです。糸端を編み込みながら、未完成な長編みを4目編みます。未完成な長編み4目を編んで、これを一度に引き抜いて鎖編み2目です。これが3段目の編み方です。このまま糸端を編み込みながら、鎖編み1目のところに長編み4目の玉編みをここまで全部で16個の玉編みを編みます。玉編みを15個作りました。ここが最後のところです。鎖編み2目を編んでから、長編み4目の玉編みを編みます。未完成な長編みを4目編んで、これを一つにまとめて鎖編み2目です。次は引き抜きます。引き抜くのは玉編みの頭のその次の鎖編み2目の最初の鎖編みのところに引き抜き編みをします。そして次の段も色を変えますので、ここで1回引き抜いてから糸を切ります。次の4段目を編み図で説明します。次の4段目で四角モチーフにします。3段目の最後に引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、鎖編み2目のところに長編みを2目入れます。次の鎖編み2目のところには長々編みを3目編み、鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み2目のところに長々編み3目を編みます。これが角になります。次の鎖編み2目には長編み3目、次の鎖編み2目に中長編み3目です。そして次は同じように鎖編み2目のところに長編み3目、次の鎖編み2目に長々編み3目、鎖編み3目、
長々編み3目を編みます。そして次の鎖編み2目は長編み、次は中長編み3目です。これを繰り返して最後に中長編み3目を編んだら最初の鎖編み3目に引き抜き編みをしてモチーフが完成します。4段目はこの糸で編みます。引き抜いたところに針を入れ、糸をかけて引き出します。ここから鎖編み3目を編んで、糸端を編み込みながら同じところに長編みを2回編みます。鎖編み2目の同じところに長編み2目を編み入れます。長編み2目を編みました。鎖編み3目、長編み2目を編んで、次の鎖編み2目のところには長々編みを3回編みます。針に2回糸を巻いて、次の鎖編み3目のところには長々編みです。糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、2本の糸を引き抜き、3回2本の糸を引き抜いて、長々編みを編みました。あと2回同じところに長々編みを編みます。次も同じところに長々編みです。長々編みを3目編んだら次は鎖編み3目です。鎖編み3目を編んで同じところに長々編みを3回編みます。1、2、3、長々編み3目、鎖編み3目、長々編み3目を編んで角を作りました。次の鎖編み2目のところには長編み3目を編みます。長編み3目を編み、次の鎖編み2目には中長編みです。針に糸をかけて鎖編み2目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、すべての糸を一度に引き抜いて中長編みです。同じところに3目の中長編みを編みます。これが4段目の編み方です。次の鎖編み2目には長編み3目、次の鎖編み2目には角を編みます。長々編みを3目編みます。長々編み、長々編みを3目編み、鎖編み3目を編んで、同じところに長々編みを3目編みます。もう一回長々編みを編んで、これで角が2個できました。次の鎖編み2目には長編み3目です。次の鎖編み2目は中長編みを3目編みます。
この形を編んでいきます。こちら側にも同じように四角い形を編みます。4個の角ができました。最後のところです。ここは長編みを3目編みます。長編み3目を編んで、最後は中長編みを3目です。中長編みを3目編みます。中長編み3目を編んで、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。この糸は後ろの目立たないところにとじ針で糸始末をしてください。4段目で完成する四角モチーフができました。1段目、2段目、3段目、4段目で四角モチーフにする大きめなモチーフを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。